アムロを圧倒するシャア MSN042 ナイチンゲール。 MSN042 ナイチンゲールは小説及び漫画版機動戦士ガンダム逆襲のシャアベルトーチカ・チルドレンで登場する機体であり、映画版逆襲のシャアに登場するサザビーと同じくシャア・アズナブル登場機としてアムロ・レイが狩る排入ガンダムと宿命の対決を繰り広げた機体です。しかし様々な事情が絡み合った結果、現在では2つの設定を持つようになった機体でもあります。今回はそんなナイチンゲールについて解説させていただきます。ナイチンゲール出るぞ。まず機動戦士ガンダム逆襲のシャアは富野義行氏によって第1項のシナリオが執筆されましたが、最終的に2つのシナリオに分かれることになった作品です。それが小説版ベルトーチカ・チルドレンと映画版逆襲のシャアになります。この第1項の内容はベルトーチカ・チルドレンのストーリー内容となっており、映画版のシナリオは第1項をガンダム映画化委員会によって審査された結果、映画向けの正確に修正されたものとなりました。こうして2つのシナリオに分かれた逆襲のシャアという作品において、シャア・アズナブルの登場機はベルトーチカ・チルドレンではナイチンゲール、映画版ではサザビーとなりました。映画版逆襲のシャアと小説版ベルトーチカ・チルドレンでは細部に違いはあるものの、サザビーとナイチンゲールの位置づけは両者とも同じような形になっています。なおアムロが登場した機体は排入ガンダムとは呼ばず、あくまでニューガンダムで統一されています。第1項であるベルトーチカ・チルドレンの制作当初、脚式やキュベレイなどのデザインを手掛けた長野守氏が富野監督から全てのデザインを託されました。こうしてデザインされたのがこちら。敵のヒーローパイロットが乗るという設定のもと、サヨナキドリという死を運ぶ鳥を意味するナイチンゲールが誕生しました。しかし最終的に長野氏は途中降板させられてしまい、伊豆淵豊氏を中心としてデザインが進められることになりました。こうして刊行されたベルトーチカ・チルドレンの口絵では、伊豆淵豊氏によるナイチンゲールが描かれました。ナイチンゲールはその名前の響きからサザビーとは違いモビルアーマー的にアレンジされているので、サザビーよりも巨大で威圧的なフォルムとなっています。伊豆淵豊氏によって口絵が描かれたナイチンゲールは1988年4月に発売された B クラブ30号にて初めてその全身イラストが公開されました。そして同時にベルトーチカ・チルドレンでのシャア登場機としてだけではなく CCA-MSV としてサザビーの強化発展型の機体という設定が追加されました。こうして全体像が明らかになったナイチンゲールはガレージキットで様々なメーカーから模型化されていきます。また電撃データコレクション7機動戦士ガンダム逆襲のシャアでは初めて排入ガンダムとともにニューガンダムやサザビーの強化発展型の機体として紹介され、そしてリアルロボット戦線でも同じく強化発展型の機体として登場するなど、サザビーの強化発展型の機体として出演の機会が増え、徐々にその認知度を高めていきました。こうしてナイチンゲールはサザビーと同じ位置づけの機体という設定とサザビーの強化発展型という位置づけの機体という2つの設定を持つようになりました。私は味方に恵まれたらしいな。ナイチンゲールの開発経緯としては、まず逆襲のシャアのパラレルワールドであるベルトーチカ・チルドレンではサザビーと同じく宇宙世紀0093に人類を粛清するべくネオジオンのフラッグシップ機として開発されています。モビルスーツバイブル5号によると、サザビーのモビルスーツ開発の系譜としては、まずアナハイムエレクトロニクス社がザク2の直径機として開発したギラ動画と再設計した R ジャジャの要素を合わせサイコミを搭載したギラ動画サイコミ試験型が開発されます。そしてここからサイコフレームを導入し機体性能を向上させた MSN03 ヤクト動画と ANS123X バルニルが開発されます。バルニルは他の実験機を上回る運動性能を誇るものの、サイコミシステムの性能としてはサイコフレームを搭載するヤクト動画に劣っていたことから安定性の欠けた失敗作と判断されました。こうしてネオジオン総帥の登場機候補としてはヤクト動画が選ばれましたが、それでもシャアの要求を満たすには至らなかったので、サザビーすなわちベルトーチカ・チルドレンでのナイチンゲールが新たに開発されました。ただ映画版逆襲のシャアではサザビーはニューガンダムとの戦いの中で
ほぼ互角の戦いを繰り広げていましたが、ベルトーチカ・チルドレンではニューガンダムよりもナイチンゲールの方が圧倒的に機動力が高く、ニューガンダムを終始圧倒する様子が描かれています。もはや私の相手ではないな、アムロよ。一方で CCA-MSV としては複数の設定が存在します。ガンダムウェポンズ逆襲のシャア編や漫画アナハイムレコードでは、サザビーが完成した後、モビルアーマーのような性能を追求することをコンセプトに開発された機体という設定であり、電撃データコレクション7やモビルスーツバイブル5号などでは強化発展型として開発されるも詳細が不明な機体という設定になっています。なおアナハイムレコードによると、強化発展型としてのハイニューガンダムとナイチンゲールは戦争終結前にすでに完成しており、ナイチンゲールをシャアに届けるべく輸送船を送るも、現場中域に到着したオクトバーは異常現象を目にしていたと描かれています。ナイチンゲールはモビルスーツでありながらニュータイプ専用モビルアーマー並みの性能を誇り、各部に多数配置されたバーニアスラッサーにより高い運動性と機動性を確保しました。バーニアスラッサーを増やした分、推進剤の消耗も早くなりますが、プロペラントタンクをサザビーが背部に2機搭載しているのに対して、背部に3機とリアアーマーに2機搭載することで稼働時間を延長しています。背部にはファンネルポッドを兼ねた巨大なバーニアバインダーを装備していますが、このバインダーを折りたたみ変形することで高速飛行モードに移行することが可能です。武装としては、まず小説版ベルトーチカ・チルドレンではビームライフルとファンネル、そしてビームサーベルしか登場していません。しかし B クラブ30号での MSV 設定が登場して以降、数々の武装が追加されてきました。まずビームライフルです。小説内ではただのビームライフルとされていましたが、 MSV 設定で大型メガビームライフルとなりました。その後サザビーのビームショットライフルと同様、高出力のビームだけではなく拡散ビームを発射する3段モードも追加され、さらにランチャーモードとして100式のメガバズーカランチャーに匹敵する超高出力ビームも撃てる兵器になりました。バイポッドを装備しているので、位置を固定しての長距離精密射撃も可能とされています。漫画版ベルトーチカ・チルドレンの劇中ではライフルや3段モードを使用して敵を圧倒し、さらに下駄、すなわちベースジャバーのエネルギーを使用してランチャーモードで狙撃する様子が描かれています。ファンネルはバインダーに左右合計10機を搭載しています。しかし小説版では搭載数はサザビー同様6機とされています。小説の口絵では10機搭載しているようにも見えますが、口絵横の説明欄には搭載数は6機と記載されており、さらに作中ではロンドベル隊の核攻撃に5発使用した後、ニューガンダムとの戦いで最後の1発を使用する様子が描かれています。ナイチンゲールの全体像が公開されて以降はファンネル搭載数は10機とされているので、もしかすると長野守氏へデザインを依頼した初期の段階では6機のファンネルを搭載したモビルスーツとして想定されるも、伊豆淵豊氏に変更になってから10機を搭載したデザインに変更されたのかもしれません。またサザビーやナイチンゲールのファンネルは設定上収納することでエネルギーの再充電が可能となっていますが、小説内で最後の一発を使用した際はそのままエネルギーを使い切ってアクシズ表面に落下していきました。しかし漫画版では10機という潤沢な相談数を生かしてニューガンダムを追い詰める様子が描かれています。シールドはサザビーとほぼ同一の形状のものが使用されていますが、リボーン100ナイチンゲールが発売された際にサザビーとほぼ同一の武装がシールド裏側に追加されました。ビームトマホークを内蔵し、先端に3発のマイクロミサイルを装備しています。漫画版の作中では一つで敵機を撃墜するほか、ミサイルでニューガンダムを追い詰める様子が描かれています。またビームトマホークは映画版逆襲のシャアではニューガンダムのサーベルにパワーが負けていましたが、ナイチンゲールが全く負けておらずニューガンダムを圧倒しています。フロントアーマー裏側には各種腕が追加されています。全体像が公開された際に追加された兵装でジオに採用されていたものと同様にビームサーベルと合わせて両側2本が格納されています。ビームサーベルはサザビーと同じく両前腕部にも搭載されているので、ナイチンゲールは合計4本のビームサーベルを持ちます。漫画版では
ビームトマホークの大振りで隙を見せたと見せかけて、隠し腕のビームサーペルで攻撃を仕掛けました。しかし、アムロのまさかの起点を利かせて、このピンチから脱出するという凄まじい戦いを繰り広げています。さすがは私のライバルといったところか。胴体には胸部バルカン砲と腹部メガ粒子砲を装備しています。バルカン砲はリボーン100で追加された兵装です。宇宙世紀0093隊はビーム兵器主体の機体が多くなっていましたが、ネオジオン総推専用機ということもあり、中近距離の防御力強化のため搭載されました。腹部メガ粒子砲は第2次スーパーロボット対戦アルファで追加された兵装です。サザビーには腹部に砲門が存在するメガ粒子砲ですが、ナイチンゲールは設定画上腹部に砲門がありません。そこで漫画版で設定が新たに書き起こされ、装甲を展開して発射する構造となりました。なお映画版のサザビーが終盤で腹部メガ粒子砲を照射した際にパワーダウンを起こしていますが、ナイチンゲールにはパワーダウンの描写がありません。映画版逆襲のシャアではパワー負けやパワーダウンを起こし、ニューガンダムとサザビーの機体性能の優劣はつけづらい描写がされていましたが、ベルトーチカチルドレンにおいてナイチンゲールはニューガンダムにパワー負けしておらず、アムロとの戦いで常に圧倒し続け、サイコフレームの力がなければアムロを撃墜していたというほどの戦いぶりを見せつけています。また映画版ではアクシズ内から脱出した際にアムロとシャアは互いにモビルスーツに乗り込んでから再び戦いを繰り広げていますが、ベルトーチカチルドレンではシャアはアムロより先に再登場し、ニューガンダムに乗り込む前のアムロにシャアキックを繰り出すなど、勝つために非常な一面も見せており、ナイチンゲールの高い性能も相まってまさしくラスボスにふさわしい風格を体現しているのではないでしょうか。私がガンダムにやられたらアクシズ落としは成功せんよ。余談ですが、長野守氏によるナイチンゲールの初期デザインは当時お蔵入りとなったので未公開でした。しかしニュータイプ1998年6月号付録丸ごと富野にてナイチンゲールジオンという名称の頭部デザインだけが公開され、その後ニュータイプ2007年1月号の閉じ込みポスターにてナハトガルという名前で全体画像と機体スペックが公開されました。ナハトガルはナイチンゲールの初期デザインを基本として最新のラインにまとめ直した機体として描かれていますが、ファンネルが6機のみ搭載されていることから小説ベルトーチカチルドレンの内容とつながることがわかります。またその後2011年5スターストーリーズリブート2巻で初期デザインのナイチンゲールの全体像が公開され、お蔵入りになったこのデザインはモーターヘッドブーレイへ受け継がれていったことが明かされており、さらに長野氏の当時の悔しさとナイチンゲールへの熱い思いが描かれています。これがナイチンゲールのさえずりか。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。